皆さんこんにちは。五野へみきです。今日のテーマはこちら、代表挨拶の話し方です。会長挨拶、就任挨拶、乾杯の挨拶、何を話せばいいのか全くわからないというご相談を、マンツーマンレッスンのご受講者の方からよくいただきますね。これ結婚式の主賓挨拶ということであれば、新郎新婦とのエピソードを話せばいいですし、代表挨拶でも退任の挨拶ということであれば、在任中の出来事を話せばいいわけですけれども、就任挨拶だとまだやったことが何もないとか、単なる代表挨拶ということになると、そもそも何の目的で自分が喋るのかわからないということで、何を話せばいいのか迷ってしまうものですね。このお悩みを今日は解決していきます。スピーチトレーニング。はい、でまず代表挨拶というのはフリートークの分野ですね。フリートークで話すことといえばエピソードトークですね。エピソードトークっていうのは自分に起きた出来事を話すというもので、これが一番面白くなるんですね。エピソードトークとはというのは別の動画にまとめているので、そちらもご覧いただきたいと思うんですけれども、その何かを代表して話すという時もですね、基本的には自分の話をするんですね。これは初めての方は抵抗感があると思います。やっていくうちになれるんですけどね、フリートークって結局は自分の話するしかないんだなっていうのがだんだんわかるようになるんですけれども、ちょっとそれは時間がかかるものだと思います。まず今日は具体例でお伝えしていきますね。就任挨拶のパターンでやってみたいと思います。就任挨拶、例えば労働組合のリーダーになった、町内会の副会長になった、あとは PTA の理事になった、こういう時総会で挨拶をするということありますね。これが就任挨拶ですね。で、就任する前にやっていた方がいると思います。前任者の方がいると思うので、前任者の方にねぎらいの言葉を投げかけるというのはあるといいなと思いますね。で、前任の方と関係性がある場合は、その人との思い出話をする。これがトークのメインになりますエピソードになっていきますね。例えばこんな構成ができます。その1、挨拶自己紹介。その2、前任者へのねぎらい。その3、前任者との思い出。最後、意気込みを簡単に。これで3分ぐらいになるとちょうどいいかなと思いますね。1分だと短いかなというのと、5分だと長いかなというところで3分ぐらいを目指して作っていくのがいいと思います。では実演していきます。私 NPO 法人おはなしコロリンの正会員を務めておりまして、おはなしコロリンっていうのは岩手県の大船渡で活動している団体で、おはなしコロリンの部長に就任したという体で話してみたいと思います。実際にはコロリンには部長という役職はないですけれども、私と何か関係があるものでやろうと思いまして、ちょっとコロリンの部長になったという体でやりたいと思います。で NPO 法人おはなしコロリンの会員の皆さんが集まる、そんな総会で就任挨拶をする体で、実演してみたいと思います。スピーチトレーニング。皆さんお疲れ様です。この度読書部の部長に就任しました五野へみきです。この場を借りて就任の挨拶をさせていただきます。まずここまで部長を務めてこられた A さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。私が会員になったのは5年前なんですけれども、A さんは4年前から部長でいらっしゃったので、ほぼずっと4年間一緒に活動をさせていただきました。で、本当にこの4年間は A さんのリーダーシップに助けられた、そんな4年間だったなって今改めて思います。振り返るとですね、一番大変だったのはやっぱりこの団体を認定 NPO 法人にしていくという活動の時だったなというふうに思いますね。その正会員を増やすということで、そのために何ができるかいろいろ話し合って、でも読み聞かせの会で告知するのは違うよねというところで A さんがまとめてくださって、でファンクラブ会員の皆さんにお手紙を書くことになったんですけれども、その返信用封筒でたくさんの方が正会員になってくださって、今私たち認定 NPO 法人になって、本当にあの時の A さんのリーダーシップって忘れられないですし、今でも心から感謝しています。A さんみたいに皆さんの意見を聞きながら部長を務めていきたいと思っていますので、これからどうぞよろしくお願いします。
はい、ということで実演コーナーでした。まだ動画続きます。スピーチトレーニング。はい、ということで実演をご覧いただきまして、その実演する前に3分ぐらいになるといいと言っておきながら、私の実演が1分ちょっとだったんですけれども、これ YouTube で3分実演するのさすがに長いかなというところでショートバージョンにしております。で、先ほど行いました就任挨拶の実演ポイント3つ作っております。1つずつお伝えします。ポイント1、エピソードトークにすることですね。前任者との思い出話をスピーチのメインに持ってくるというのが1つ目のポイントです。ポイント2、対象者を明確にすること。今回この団体の皆さんが集まっている総会という想定でお話ししたので、細かい説明入れなかったんですけれども、もし団体のことを知らない人も集まるという集会なのであれば、団体の説明がいりますし、スピーチの中で認定 NPO 法人にするという話入れましたけれども、その出来事について知らない人がいる会なのであれば、またそれも説明がいりますね。ちなみに認定 NPO 法人っていうのは NPO 法人の中でも公益性の高さなどについて行政から認定を受けた法人のことですね。で、これ認定されると寄付が税金の控除の対象になりますので、認定されるかされないかっていうのは活動する上ですごく大事なんですけれども、寄付者が年平均100人以上とかいろいろ決まりがありまして、かなり難しいというか、簡単ではないんですね。どこまで説明を入れるのかというのは、その会にいる一番知らない方をターゲットにして中身を作っていくことになります。なので対象者を明確にする、これは言葉選びの基本になってきますので、とても大事なところですね。ポイント3、意気込みは簡単に。エピソードトークっていうのはすでに起きている出来事を話すものですね。これは具体的にできますので興味深い話になります。意気込みっていうのはまだ起きていないことですね。未来の話になります。これを具体的にはできないので広がらない話なんですね。なので簡単で大丈夫です。というのが先ほどの実演のポイントになります。スピーチトレーニング。はい。で、今回前任者との関係性があるという想定で前任者とのエピソードをメインに持ってきましたけれども、いや、前任者と全然関係性がないです。そもそもどんな方か全然わかんないですっていうパターンもあると思います。こういった時は別のエピソードにするですね。はい。例えば失敗談というのはエピソードトークの定番のテーマになります。プライベートで起こったちょっとした失敗談、例えばゴミの分別を間違えて娘に叱られちゃいましたみたいなエピソードですね。で、家では娘の尻に敷かれてますけれども、ここではリーダーシップを発揮していきたいみたいな方向にしていけばいいんですね。あとは自分の経験談を選ぶというのもありますね。そのこれまでの自分の経歴の中でその役職で役に立ちそうな経験談を選ぶ。例えば組合のリーダーになりました。これまでは営業でクライアント対応をしていました。クライアントにはこんな方がいて、こういう上司になりたいと思ったというエピソードで、リーダーとして頑張っていきたいという方向にしていくということですね。で、エピソードを選んだら簡単に書き出しをして、そのメモをもとにこうやって話しかける練習をしていくというのがスピーチトレーニングになります。一言一句書いて暗記をすると1個飛ぶと全部飛んでしまうのでお勧めしておりません。あと生成 AI に原稿を全部書いてもらうという方をですね、最近よくお見かけするんですけれども、これはですね、抽象的な話になったりとか別人の話になったりとか、いろんなですねちょっと難しいところがありますので注意が必要ですね。ちょっと AI の活用についてはまた別の動画でまとめたいと思っておりますのでご期待ください。ということで、五戸美希のスピーチトレーニングは個別レッスンもあります。動画教材もあります。オンラインサロンもやっております。個別レッスンは代表挨拶のご相談って本当によくいただきます。引き続きお受けしておりますのでご活用ください。メルマガもやっていますので詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。